てご覧になってください。
注意ください。エスカレーターをご利用の方は番号中です。
よく聞いてる。
こ
システムの状況にも左右されますので、お近くのサインボードなどでお確かめください。
多久？コロニーの生活は順調なのかよ。僕たちもコロニーの生活になかなか大変なことだけど、今では友人などで楽しんでいるようなんで。これからますます異常者が出るんだな。君のことはどうだい？もうすぐ3人目なんだよ。そりゃおめでとう。どちら？男の子だ。先が楽しみだ。無事に生まれたと言われるよ。ありがとう。今回は今度でください。あ、一年後のおかげでさ、そのたちも嬉しいを増やして待っていたのだ。おじいちゃんに早く会いたい。おじいちゃんも早く帰りたい、早く帰りたいって言って待ってください。今日は天候もいいので順調に行けている。ありがとう。打ち上げコントロールよろしく。推進ブースターロケット接合開始。推進ブースターロケット打ち上げ準備。打ち上げ開始20秒前。推進ブースターロケットエンジンスタート。カウントダウン。お
市場前です。右側のドアが開きます。ご注意ください。次は新豊洲です。The next station is 新豊洲 U15. まもなく新豊洲です。右側のドアが開きます。ご注意ください。次は終点豊洲です。The next station is 豊洲 U16, the last stop. Please change it for the Yurakucho line. Thank you for riding the Yurikamote. 豊洲からの折り返し乗車はできませんのでご注意ください。この先揺れますのでご注意ください。本日はゆりかもめにご乗車いただきありがとうございました。まもなく終点豊洲です。有楽町線はお乗り換えです。右側のドアが開きます。お忘れ物のないようにご注意ください。で、車道を走ってて、ちょっとなんか車いないかなと思って、道を渡ろうかなって思ってて、若干ちょっとなんか中央寄りになりがちだったときに、車が横をかすめで一回転し、新しい自転車あ、なんかね、その自転車まだあります。
で、矢島さんが設計してくれた自転車で、まあ、自転車自体持ってると、やっぱりどっちかに集中するわけじゃん。でもうずっとそれしか乗ってない。北海道行ってさ、あんまり人がいないようなとこ走ってさ、たまたま盗まれたらもうなんか、どうやって突っ張り移動するんだみたいな。考えたことなかった。盗まれるっていうよりも、事故とか、そっちがすごく準備がしてた。だってパンクとかさ、まあありえるじゃん。ありえる。チェーンが切れた時ぐらいまでは考えてる。だから、予備とか持っていくわけですよ。でもチェーン切れて1個切れてもつなげられるようにしてる。ハイチェーンまで行くとちょっとだって去年街の利用に使ってる自転車が、確かにおっしゃる通りで、一回パックして、修理して、修理するために空気出たからさ、2種類理由なんだよね。でも大体そもそも収益が古くなっちゃう。どっと塞いだところで、塞いだ口が弱くなる。もう一つは中に石が入ってる。そうすると、それが理由で1個はないで、次は何でそれが理由か。だから、本当に変えたばっかりで、やっぱりちょっとゆったり乗りたいときゆったり乗りたい。ツーリングみたいに、なんかもう、思い出の気持ちを風切りますっていうときは、まあ、結構前に。スーパーに行ってさ、分断する必要ない。まあ、ヨガキングは別にどこでも手なくても切っていくんじゃない関係ないから。俺らみたいな普通の大会にとって。でも、筋トレ今やってる？週1どっかジム行って。過ごしに。まあ、ある意味、なんか、自分にとってみたら、週1でサボってるのすごい。話してて、毎日ぐらいさ、全体のシステムとして疲労蓄積しると、これは一つって、ちょっと最適解が下がっているところに照らしていって、仕事してて、本当に単なる会話のスタイル、会社行ったら終わりっていう、ちょっとよくないかったり。そういうことは週3で、仕事しますと、で、準備で、仕事が終わったらすぐ来てるから、もっと減らさないといけないっつって、週1か週2だね。週2でも週2ぐらいとか、俺もさ、一回さ、忙しい時期が結構いかなかった。1週間、2週間、その時さ、食べて頑張ったのみたいな。グビグビやりすぎる。そんな感じで週2でやったら、もう今度はまた逆にさ、疲労感じゃなくて、むしろ毎日やらないと、なんか気持ち悪い。でも、なんかその筋トレとは別にだからスタジオレッスンやってるから、プールとかやったりもするけど、プールってなんかその速い人順って泳ぐのね。で、なんかレーンがあって、速い人のレーン、中くらいのレーン、初心者のレーンがあって、で、なぜか、まあ結構そう、女性でさ、なんかその強化強いやつ。そう、強いやつ。でもその強化っていうのは気をためなきゃいけない。で、トントンってやってる瞬間はその気を高めてやってるんだけど、終わってからっていうなんかさ、疲労感があって、ルーティンは外せないの。そのルーティンの良さっていうのはやっぱりあるわけで、それよしって感じた。そう。でもほらラジオ体操的な意味で肩がでかいからそれもして、それで終わり。それ以上やるともうね、その日は大丈夫なんだ。テンション終わったんで。翌日が疲れ物なんだなって。ちなみにそこで帰ったりとか。なるほどね。まあでもほらルーティンでやってると強固なるけど、いや強固になるから。最近本当の最初に結構そこから始めるぐらいに練習して仕事くらいして、そ
そんなパックで1個無理するのしないから、なんかちょっと関節を普段使ってないから、なんか嫌な感じがしてあれほっとんなになってたんだけど、途中でもう慣れてきちゃうから、よかったっすよ。慣れるって悪いんだよ、そういうつもりで体の中作ってない多分2パターンあって、あんまり無理するとその部分を故障するっていうと、あとは逆にその部分を強化されるっていうところがあるから、そこのなんか塩梅が難しい部分ではあるんだけど、重りのさ、ほら重さがあるわけじゃなくて、なんか体自体が怪我する率、まあ抵抗力で怪我する人いないですよ。お乗りの際は手すりにつかまり、黄色い線の内側にお乗りください。お子様連れの方は手をつないでお乗りください。長靴や運動靴はエスカレーターの隙間に挟まれやすいので、特に手をつないでお乗りください。長靴や運動靴はエスカレーターの隙間に挟まれやすいので、特にご注意ください。手すりから外側へ顔や手元を出すと危険です。エスカレーターの温度差は手すりの側にみんななんか